はいどうも、ご安全に制汗溶接職人かじチャンネルのかじです。今回は歪みを理解しようシリーズの第10回目となります。題して歪みを理解するために温度や熱について理解しようです。歪みについて理解するためにはガスなどで熱を加えて温度が上がった時に金属の内部で分子や原子がどんな現象を起こしているのかなどイメージでいいので知っていると分かりやすくなるかなと思ってこの動画を作ってみました。最後まで視聴してみてくださいね。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。歪みを理解しようの動画を数回にわたってアップしてきましたが、そもそも歪みってどんな現象で金属の中で何が起こっているのって思ったことないですか？そこを理解するためにはまず温度や熱について知っておくとより分かりやすいのではないかなと思いました。そこで今回は制汗溶接に特化した形で温度や熱について解説していこうと思います。なおこの動画は歪みの原因となる冷めた時に縮んでいる現象を解説しているわけではありません。そのあたりはまた別の機会に動画にしようと思っていますのでご了承ください。温度と熱って違うのって思いました？そうです。厳密に違いがあります。温度とは物質の温かさや冷たさを示す指数になります。熱はというと温度差があるときに高温の物体から低温の物体に移動するエネルギーそのものだと言えます。このように温度と熱には厳密に違いがあるのです。皆さんは金属に溶接やガス切断機などで熱を加えることが多々あると思いますが、熱とはエネルギーの一種で分子や原子の運動エネルギーと言えます。この世のすべての物質は原子からできていますし、2つ以上の原子が結びついたものが分子です。つまりエネルギーは分子や原子を動かすことができます。ここからは分子も原子の集まりなので原子に注目して解説します。ここまでの説明を簡単に言うと、原子がどのぐらい振動しているのかで温度が決まります。激しく振動していれば高い温度になりますし、あまり振動していなければ低い温度になります。原子が全く振動していない状態を絶対0度と言い、摂氏でいうところの約マイナス273.15度になり、理論上この温度以下はありません。一般的に水が固体になる温度が0度ですよね。アルゴンが液体になるのがマイナス 185.8 度です。液体アルゴンってすごくないですか？ここで私たちが扱う金属についても原子レベルの理解が必要です。先ほどこの世のすべての物質が原子でできていますと言いましたが、鉄やステンレス、アルミニウムなども同じです。これらすべて分子や原子の粒が集まって形ができています。常温では図のようなイメージで整列していて、原子同士には引力があり引っ張り合っています。この時も各原子は振動しながら安定しています。このことを踏まえておきましょう。原子の振動度合いが温度だということは分かりました。私たちが金属を溶接したりガスで焼いたりしてエネルギーを加えると、その部分の原子の振動が激しくなり温度が上昇します。では原子の振動が激しくなったその部分はどのような現象が起こっているのか。金属を原子が見えるほどめちゃくちゃ拡大して平面的なイメージにするとこのようになっています。常温ではこのように並んでいるとしましょう。熱を加えると原子は振動して周りの原子にぶつかり、周りの原子を跳ね飛ばします。結果、周りにはスペースができます。
これが原因で体積は増えて膨張します。さらに熱を加えると振動はさらに激しくなり、周りの電子を跳ね飛ばします。結果、周りにはさらにスペースができます。そしてさらに膨張するというわけです。これは冷める時も同じように考えることができます。つまり、なぜ金属に熱を加えると膨張するのかというと、エネルギーを加えると温度が上がり、原子が激しく振動して隣の原子とぶつかり跳ね飛ばすことで、隣の原子までの距離が広がり空間ができて、結果体積が増えて膨張するのです。冷めるときはというと、エネルギーが拡散して温度が下がると原子の振動も少なくなり、跳ね飛ばしていた原子が近づくことで周りの空間が小さくなります。結果体積は減って縮むというわけです。金属が伸び縮みする原理は分かりましたか？ではどのぐらい伸びるのでしょう。1ミリの長さの軟膏は1度上がると 0.0000117 ミリ伸びます。ほぼ伸びてないって思いました？実感しやすい数字にしましょう。1メートルの軟膏が100度上がると考えます。するとこのような式で求められます。この場合、約1ミリ伸びると覚えてもいいと思います。この数字は1メートルの軟膏が100度下がるときも同じで、約1ミリ縮みます。この1ミリの長さの物質が1度変わるとどのぐらい伸び縮みするのかという数字は、熱膨張係数といい、物質によってそれぞれ決まっています。私たちが扱う代表的な素材をご紹介すると、SAS304 は 0.000173 ミリ、アルミニウムは 0.000239 ミリって感じです。先ほどと同じように感覚的に分かりやすく1メートルの材質が全体的に100度上がるとすると、このような式で求められます。SAS304 では 1.73 ミリで軟膏に比べて約 1.5 倍。アルミニウムでは 2.39 ミリと軟膏に比べて約 2.4 倍も伸び縮みします。ここで大事なことなのですが、長さが伸び縮みするという表現をしていますが、実際には板の厚み方向や幅方向にも伸び縮みしていますので、正しくは膨張や収縮という表現になるのだと思います。一般的に長さに対して厚みや幅は無視できる値なので、長さがと表現しています。あくまで3次元的に膨張していることを忘れないでください。これだけ伸び縮みするのだから、目で見てわかる伸びて縮んだ名残を紹介します。写真のような裏波溶接をする場合などは、溶けた部分は冷めている方から固まるので、母材側から固まりますよね。そうすると両側の母材側から固まりながら縮みます。溶接ビードには両側に引っ張られた名残として真ん中に筋が入ります。硬い材質だと割れが発生する可能性があるのも納得できますよね。特にクレーター部分が冷める時などは、ものすごい数の原子同士が膨張した後に引っ張り合いながら固まるので、最後に固まる部分にクレーターという血管ができやすいのもわかります。ここで注意が必要なのが、一般的には熱を加えると膨張し、その熱が逃げて元の温度に戻ると、熱を加える前の状態に戻るということです。元の状態より縮むということはありません。しかし、鉄鋼関係の人は歪みを直すために炙って縮めて歪みを直したりしますよね。この冷めた時に元の状態よりも縮むという現象は、とても複雑な現象が重なって起こっています。基本的に物質は温めれば体積が増え、冷めれば体積が減るものの、温める前の状態に戻った時の体積は増えも減りもしません。歪みを直す時などに焼いたりして歪みを直すことは、
私たちの業界では当たり前なのですが、とても特殊な現象を使って歪みを直しているのだと思ってください。この特殊な現象がなぜ起きるのかは、少しずつまたの機会に解説していければなと思っています。今回の解説で皆さんに知ってもらいたいところは、熱を加えた金属を見るときは、分子や原子同士がめちゃくちゃ暴れまくってるんだなって思って、その力で膨らんでいるんだなって考えて、そんな力には逆らえないなって思ってほしいのです。ガスなどで金属を局部的に炙るという行為は、その部分を縮めて歪みを直す一つの手段ではあります。しかし、炙っているときは分子や原子のことを考えると、とても小さなジャッキが無数にそこに存在していて、炙ったところを伸ばしていると考えないといけないということです。直したい方向とは逆方向にとても小さな無数のジャッキで突っ張って曲げているということなのです。歪みを直す作業の中で余計に悪くなる方向に曲げる力をいかに少なくできるのかを考える必要があり、その一つの例が高速だったりするのです。とても小さな世界の話をしましたが、イメージできましたでしょうか？はい、どうでしたか？なんとなくでいいので、金属をガスで焼いたところや溶接をした部分などの内部ではどんなことが起きているのかイメージできましたか？ここがイメージできると、効率的に歪みを直す方法と考え方が少しわかる気がしませんか？溶接やガスで焼いた金属が縮んで歪みが治る原因などはまた別の動画にしたいと思っていますので、気長に待っていてくださいね。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。